皆さん、こんにちは。なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じで気軽に聞いていただけると嬉しいです。前回、信濃町に行った体験を話しました。20年近く前のことなので、記憶があまりなく、大した盛り上がりもないお話になってしまいました。すみません。ところがですね、その動画を見てくれたかのように、創価学会の日常チャンネルというチャンネルの動画で、なんとですね、創価学会の総本部の様子が公開されています。そんな時代になったんだとちょっと感動しました。気になる方はぜひ見てみてください。この動画の概要欄と前回のこちらの動画の概要欄にもリンクを載せておきます。創価に限らずなんとか寺の YouTube のチャンネルも結構あるんですよ。お坊さんが話している動画です。このチャンネルの今回のテーマは、お宮参りと七五三について我が家の体験を紹介します。創価の人と結婚すると、七五三などの宗教的なイベントはどうするのかという問題に直面します。前提として創価の人は神社を嫌っていることは有名ですよね。鳥居をくぐらないとか神社ダメ、お賽銭ダメってうちの夫もずっとそう言っています。創価の人でもこの感覚は人それぞれだと思います。例えば修学旅行や遠足なんかでどこかの有名な神社に行くことだってありますし、教会に行くこともあると思います。うちは創価だから行かないっていう人もいるかもしれないですが、今の時代割とそこまでこだわる人は若い人だとそういないのではないかと思います。うちの夫は自分から進んで神社に行くことはもちろんありませんが、私が行きたいと言ったら一緒に来てくれたことがあります。鳥居をくぐってお賽銭はしていませんでした。創価の人たちが神社を嫌う理由は、神社はお金儲けだと考えているからです。お金を投げて願いを叶えてもらおうという行為がおかしいと思っているんですよ。みんなの幸せは毎日祈っているからって夫がよく言っていました。うちが特殊かもしれないのですが、夫の両親は宗教的なイベントはしなくていいっていう考え方なので、お宮参りとか七五三とか特に何も言ってきませんでした。私は犬の日もお参りしていないし、何かと飛ばしましたが、何も問題なく過ごしています。子供のイベントは自分たちの親の考え方によるところが大きいかもしれないです。お宮参りの場合、大きい神社に行ってから地元の氏神様に挨拶に行くとか夫側の母親が最初に赤ちゃんを抱っこするとか、そういう作法というのか風習に習う家もあると思います。あるいは、うちはそういうしきたりだって言われるような家なら、喧嘩になるかもしれません。このあたりは創価でなくても、それぞれの親と地域性にもよるので、価値観の相違で揉めることがあると思います。うちは幸い、夫側が宗教的な風習は重視していなかったので、揉めなかったんですよ。夫のお母さんからお宮参りをしなくていいとも言われたんです。私はお宮参りをするべきだと思っていたので、創価の人はどうするのか、夫を通じて夫の両親に聞いてもらいました。私は知らなかったのですが、お宮参りも七五三も神社に行くものだと思っていたのですが、お寺に行く人もいるんですね。結局お宮参りはしました。もちろん神社ではなく、お寺に行きました。日蓮宗のお寺です。私と夫と子供、夫の両親で行きました。そのお寺は、夫の家族が昔行っていたお寺だと聞きました。夫や夫の両親に聞いてもわからないので、事前にお宮参りについてお寺に問い合わせたんです。予約は必要ないが、この時間に来てくださいっていう案内と納めるお金について説明がありました。神社だと初穂料というようですが、うちは茶封筒に5000円入れて、多分封筒に何も書かずに渡したと思います。それでいいって言われた気がします。それで当日お寺で何をしたのかと言いますと、座ってお経を聞いているだけでした。勤行と言った方がいいのかな。日曜日に行ったのですが、自分たち以外にお宮参りの家族がもう一組いて、それ以外に10人くらい本堂の中にいました。かなり大きいお寺だったんです。
夫がいつもしている勤行よりずっと長かったことを覚えています。夫がね、初めて全部聞いたと言っていました。本堂にはね、椅子が並べられていて、で、人も少なくてね、子供がおとなしかったので、割とすぐね、終わったような気がします。お坊さんのね、お話も聞きました。お宮参りの家族がいるので、子供は宝とかね、そういったお話だったと思います。それで外で写真を撮って帰りました。これだけです。神社のような、なんていうか儀式的な、厳かな感じではなかったです。ちなみにですね、季節的なこともあったので、子供がね、3ヶ月か4ヶ月ぐらいになってからお宮参りに行きました。次にね、七五三です。七五三は神社もお寺も行きませんでした。子供が3歳の時に草加の会館に行きました。七五三勤行会っていうのがあるんですよ。それに参加したんです。小さいね、子供がたくさんいるので、会館の中は結構カオスだったような気がします。着物をね、着ている子もいれば、普段着の子もね、いたような気がします。何をしたのかな？すみません。記憶がなくてですね、千歳飴をもらってすぐ帰ったような気がします。本当にね、すぐ終わったと思います。5歳の時も7歳の時も七五三勤行会参加していません。神社もね、行っていないです。写真屋さんでね、写真を撮っただけでした。子供は大きくなると会館に行きたくないっていうので行かなかったと思います。夫はもちろん毎回行きたがっていました。実際ね、夫だけ行って千歳飴をもらってきたこともあります。その勤行会のなんか係だったかもしれませんが。なので、七五三の体験はこれくらいしか話せることがありません。すみません。緩めのお話になりましたが、我が家の体験を紹介しました。これらの体験から困ったことが一つあって、友人との会話でお宮参りや七五三の話題が出た時です。〇〇神社行ったよねとね、聞かれたら返答に困ります。地元の人ならみんな行く神社のことをね、当然のように話してくるからです。私は自分の親には本当のこと、お寺に行ったとかね、話しました。草加の家だとね、話しているからです。友達や同僚には、近所の神社に行ったとかね、夫の家族が行っている神社とかね、そう言ってごまかしたような気がします。特に草加でない人は、七五三のお参りをしないなんて非常識と思われる方もいるかもしれません。結局は自分たちがどうしたいのかと自分たちの親がどうしたいのかだと思います。繰り返しますが、初詣に始まり、お宮参りなどのお参りに行く習慣は家族によります。田舎ならね、地域の慣習や家のしきたりに従う考えが強いと思います。ちなみにですね、私の実家はめちゃくちゃ田舎です。夫の家は都会とまで行きませんが、ちょっと都会です。でもどちらの親も割となんというか、しきたりとかね、そういうことは言いません。そもそも由緒ある家柄ではなくて普通の一般家庭ですしね。最後にですね、前回の動画で話すのを忘れてしまったのですが、このチャンネルの登録者100人を達成しました。本当にありがとうございます。もしかしたら草加に関する壮絶な体験や悲劇みたいなお話をね、期待されている視聴者の方もいらっしゃるかもしれません。ですが私はそのような体験をしていないので、これまでの動画のようにゆるくおしゃべりをする感じでお伝えしていきます。YouTube でも草加に関して攻撃的なマイナスのイメージのサムネがね、どうしても目立ってしまうので、そのような動画がたくさん再生されています。そうするとですね、そのような情報が正しいみたいに見えてしまうんですよ。多数派が正解みたいな。だから私の体験を YouTube で発信しようと思ったんです。全員が全員ね、不幸な体験をしているわけじゃないじゃないですか。もしかしたらね、我が家みたいな家族は結構いるのかもしれませんね。またコメント欄は閉じてしまいましたが、閉じる前にいただいたコメントや Google フォームでいただいたコメントもすべて読んでいます。批判的なご意見もありますが、貴重な時間を使ってね、コメントをしてくださったことと、草加に対する世間の目はこうなんだとね、受け止めています。ありがとうございます。私が動画投稿できている理由は、視聴してくださった方、チャンネル登録をしてくださっている方々のおかげ、また高評価をね、いただいているからなんですよ。ここまでね、再生されると思っていなかったので、本当に嬉しいです。
YouTube で発信することは私にとって大きな挑戦だったんですが、ここまでね、続けてこられています。チャンネル登録者ってね、数字でしかわからないんですが、増えていくとね、めちゃくちゃ嬉しかったんです。私の発信がね、届いた、誰かに届いたってね。この気持ちはね、ずっと忘れないと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。